皆さん、こんにちは。日本語教師のすずかです。すずかの日本語ポッドキャストへようこそ。私のポッドキャストではいろんな話題で話しながら、教科書には載っていないリアルな日本語をたくさん使っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。今日は最近日本で人気のアプリセットログについて話していきたいと思います。皆さんは B リアルというアプリを知っていますか？1日に1回通知が来たら2分以内にありのままの日常を投稿する若者に大人気のアプリです。今、その動画版として注目されているのがセットログです。1時間ごとに2秒の動画を撮って友達同士で共有したり、一人で記録を残したり、その日の Vlog が簡単に作れちゃうというアプリです。このアプリが人気の理由の一つとして、インスタグラムのようなキラキラしたかっこいい日常ではなく、家でダラダラしたり、もう仕事中のデスクだったり、ありのままのリアルの日常が楽しいという意見が本当に多いようです。B リアルと違って10代、20代だけでなく30代から40代の大人の世代にも人気が出てきているのが面白いところですね。SNS を見ると友達同士だけではなく家族やカップルで日常を共有している人がいるみたいです。実際に私も旅行をするときVlog 撮りたいと思ったことは何度かあります。編集が大変そうだからまた今度やろうと後回しにすることが多かったです。ですが、一度このセットログを使って旅行 Vlog を撮ったら、そうそうこれしたとか、振り返るだけじゃなくて、一緒にいた夫がアップしたものを見る楽しさもありました。私は旅行先の綺麗な景色とか美味しい食べ物っていうのをアップしていたんですけども、夫の方を見てみると、私とかツーショットばっかりでした。それ見て、いや、もっと景色とか上げていいんだよ。顔じゃなくていいんだよってアドバイスをしました。自分とはね、また違う視点で、夫が何を見ていたのかっていうのが分かっていて、とっても面白かったですし、簡単にとってもいい思い出作りができました。ちなみに今は離れて暮らしている家族とセットログをしています。普段から家族とメッセージはよくします。テレビ電話もたまにします。でもセットログで見る家族の何気ない日常はまた違った楽しさがあります。特にお母さんの日常が楽しいです。私のお母さんお酒が好きなんですが、晩酌なうとかあげてるのを見ると面白くて思わずクスッと笑ってしまいます。何々なうというのは今何々しているよという意味で使う日本語です。でも最近は何々なうってあんまり使わない気がするんですけどね。また最初は面倒だからって嫌がっていた妹が朝起きてから夜寝るまで誰よりも一生懸命アップしている姿を見ると
それも私にとってすごく面白いポイントです。パッと開くだけで、その時間にみんなが何をしていたかが一目でわかります。特に週末のセットログが家族みんなの個性が出てすごくいいです。たまに私以外の家族みんなで集まってご飯食べたり遊びに行ったりっていうのが上がっていると、もうとっても羨ましいですし、次実家に帰るのが本当に楽しみになります。その時はお母さんと一緒に晩酌ナウをアップしたいです。興味のある人はセットログを使って仲のいい人たちだけでリアルな日常を共有してみてもいいかもしれませんね。よかったら皆さんの国では今どんなアプリが流行っているのか、そのアプリはどんなアプリなのか、コメントで教えてください。では今日はここまでです。今日の動画が良かったなと思ったら、チャンネル登録といいね、そしてベルマークの通知ボタンを押してください。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。またねー。